皆さんこんにちは、さきです。本日のメイクは純夜メイクです。前に出した多分純欲メイクとか天命メイクとかみたいな感じでワンホン界隈で流行っている中国のトレンドメイクを今日はやってみたいと思います。で、純夜メイクって何っていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私も知りませんでした。で、純夜メイクっていうのはですね、中国でワンホン界隈で流行っている中国の強めな女の子のコンセプトらしいです。で、純欲メイクは割と可愛らしくってちょっとピンクを基調としててじわっとするような感じだったんですけれども、それとは相反してちょっと強めな欧米系女子をもじったような雰囲気のメイクだそうです。スモーキーメイクとはまたちょっと違くって、スモーキーは全体的に低サイドでダークネスな感じのメイクだったんですけど、これはポップなんだけど強めというか、本当に海外のアメリカ女子っていう感じ。はーいって感じの女の子のメイクになってます。はいでもなんか今日もうすでにやってる状態なんですけど、初めて今日挑戦してみたんですけど、マジで気分転換になるし、ベースとかもマット系なので崩れにくいかなと思うので、フェスとかそういう時とかにもすごく良さそうだし、あとは旅行とかのディナーの時とか夜とかナイトアウトの時にすごく使えるメイクになってるかなと思うので、最後までぜひ見てみてください。それではスタート。はい、ということでメイクを始めていきたいと思います。ほんとスキンケアだけしてる状態で、カラコンは今回オーレンズのエンディンググレーっていうやつを使っております。なんかね、着色直径がちょっとちっちゃめで、ほんとグレーって感じ。この雰囲気に合いそうな。なんかあんまりカラコン大きすぎたりとか、グレーの中でもちょっとブルー系だとまたちょっと違うのかなと思ったんで、こういうちょっと透き通った系のグレー使ってみました。まず日焼け止めから塗っていきます。日焼け止めはこちらです。ちょっと美容液っぽい感じのテクスチャーで、ミルクと美容液がミックスされたみたいな感じのテクスチャーになってます。別に塗らない人は塗らなくてもいいんだけど、これでトーンアップとかするわけじゃないから、全然日焼け止めは何使ってもらっても大丈夫なんだけど、ちょっとこの後も普通にお仕事あるので今日塗っときます。寝起きでノーセットできたからアホ毛がすごいね。まあいいか、親近感めちゃくちゃ親近感ね、めっちゃ親近感ねこんな瞬間もあるよみたいな、結構ツヤっとする感じで、まずはセレブの下地ですね。ピンクを使っていきます。まあクマを消すっていう感じですかね。このねスポンジは吉田あかりさんの B アイドル、柔らかくてすごい使いやすいんだよね。今目元の下の部分だけに塗りまして、今日はちょっと白っぽい感じの顔にしたいのでこちらを使います。デイジークの下地ですね。04番パープルを使っていきます。これ最近入手したやつ。なんかセレブのさ下地があるからさ、そんなにあんまり使う回数ないんだけど、こっちの方がちょっと薄めっていうのかな、このパープルが結構ツヤタイプ、クリーム系ツヤツヤな肌にしたい方はおすすめって感じです。で次に使うのがこちらです。ラロッシュポゼ、合ってるよね。あとはこれはトーンアップしないので、ちょっと最後にピンク系のコンシーラーで顔を中心部だけちょっと明るくしていこうと思います。やっぱ好きなんよねこれ。毛穴の凹凸がなくなったっていう感じです。色がついたりとかカバーされたっていうよりかは凹凸が収まってくれてお肌が滑らかになるイメージですかね。なので全然ファンデーション使ってもらってもいいし、下地だけでトーンアップさせてもいいしっていう感じ。次使うのこちらで、セレブのコンシーラーは完成してるんだけど新色を同時並行で作っていて、すでにこのピンクだけちょっと修正間に合わなくって発売が同時にできないんですけど、こんな感じで塗っていく。コンシーラー兼トーンアップみたいな感じ。これの使い道としては、こういう全体に塗るんじゃなくて頬とかなんかハイライトって感じだね、簡単に言うと。トーンアップしたいところ、高く見せたい位置に塗ってあげるとちょっと白いピーチ肌になって、ここら辺浮き出た感じになるので、同時に少しカバー力も入ってるので、コンシーラーなのでそういう時に使うとすごくいいです。でベージュ系の色じゃないから、夏とか使ってもらってもよれてもそんなに色が汚くならない。眉上とかも結構立体的にさせてあげるだけで丸くなる、女性らしくなる。だいぶトーンアップしたと思いますこれで。あとこの口の横とかね結構くすむので塗ってあげると綺麗かと思います。続いてお粉。やばい、もうそこ見えてんの何個目っていう感じ。マット肌なので
結構ゴリゴリマットなんだよね。どこにもツヤがないんだよねこの人たち。だいぶ消えたね。はい、こんな感じでベースが完成しました。眉毛はアーチあんま分かってないんだよね、純也さんは。純也さんもよく分かってない。滑らかなアーチって感じ。あたいの眉毛がさしっかり全てが生えすぎてさ、これ多分眉毛ない人の方がコントロールしやすいよ。コントロールしやすいですね。私みたいに眉毛ある方はこの眉山を立てる感じでメイクするとちょっとアーチっぽくこうキリッってなる。どう？欧米女子じゃない？結構眉毛の描き方で本当に普段と違います。強めだよね。はい、強めです。ちょっと濃いけど、後で薄くするんで、ちょっと眉毛は一旦これで小顔ちょっと先にやっていきたいと思います。アイム耳使います。ゴリゴリなんでこのシェーディングのこれでこうして、ここもいつもやんないけど結構彫り深、残ったパウダーで押さえてなじませる。唇は結構こってりだったんで、じゃあまずこちらですね、パーフェクトダイアリーの01番っていうカラーを使っていきます。使ってもない一回もっていうコスメがうちにはたくさんあります。こんな感じ、雰囲気的に。でちょっとこのこことちょっとここら辺混ぜて、次にこちら涙袋ペンシルのキャンメイク使っていきます。濃いメイクしたりナチュラルメイクしたり大忙しだな。旦那さんも毎日帰ってくるたびに顔違うからびっくりよ。あ、今日はナチュラルな日なんだね。毎日会うたび顔違うから。毎日サプライズ。毎日サプライズ。下まぶたこれとこれ混ぜます。こういう感じで今下まぶたを全体的に塗りました。ケイトのレアフィットジェルペンシル RD01 番ですね。これ購入品でも載せてたんですけど、ピンクのやつは薄すぎて目頭には向いてなくて、こっちの RD はエテュセよりも薄いしでも濃いしみたいな、ちょうどいい塩梅。エテュセのはね多分ね慣れてないとね使うの難しいというか、塩梅がこれはすごい誰でもいけそうって感じの。初心者さんはこちらの方がねいいと思う。次にアイライナー、いつも私ブラウン使うんですけどデリャブの黒を使っていきます。久しぶりかも黒。すごい強め目って感じ。中国でモテそうな顔。天まで跳ねろなんかわかんないけど今日のメイクのテーマはリンチーリンって感じ。知らないよ誰か。リンチーリン顔じゃない？どう？でこれをなぞっていくと、これがジューシーっていう15番ですね。もうほぼ黒って感じのやつです。これは前うちで働いてくれてた中国でお仕事とかすごいしてた中国語ペラペラの優秀な女の子がいたんですけど、その女の子が中国のお土産で買ってきてくれました。さきさんにぴったりみたいな感じでこちらを使います。その子にもねずっとね言われてたんで、さきさんは中国で絶対に人気なおかゆですみたいな。こんな感じかしら。もっとこんぐらい。一旦ここ使います。ここを使った上で後でなじませていく手法、黒とかでちょっと濃いブラウンと黒が混ざった色なんだけど、こういう感じだよね。一発でやられてるのがすごすぎる。練習してない。見よう見まね。どうにかなんのよやれば。ハイライトクレドポを使います。このクレドポを使うのはこの眉毛の上とですね。欧米系女子たちはここら辺が多分ちょっと高いというか彫りが深いのでちょっとツヤをキリッと出しました。やっぱ映えるねこういうメイクにこのハイライトはね。で他はマット系のものだったんで、レディドールのストロベリーミルクっていうハイライト、マットハイライトを使ってきます。これのこっちですね。マットハイライトなんでツヤは出ません。なのでちょっと明るくなるっていうイメージ。凹凸はこれで出るんだけどツヤは出ない。パウダーみたいなテクスチャー。鼻先は後でまたちょっとツヤのあるハイライト鼻先だけしようと思います。眉毛はこちらです。一旦色塗ったらこれスクルーブラシとかにこんな感じで眉毛を立たせてみました。チークの時間にしよう。チーク迷っとんのんな。なんか多分ベージュ系だったの。これかこれのここあたりかデュアルチークかどれかな。デュアルチーク8番。なんかちょっと骨を強調する感じだよね。こう上にね。チークで人の顔って変わるかな。デジークのこの1番ここのやつ。かわいい。こっちっぽくない？ちょっとこう上に上げる感じ。鼻の下顎にも塗っとく。目頭のハイライト使います。こちらのこれです。ちょっとくの字の感じで。デイジークの01番シャインベージュ、最近出たやつですね。これゴールド系です。シェーディングしようか。なんか痩せたからかここのお肉ないよね。本当にさきさん顔小さくなりすぎててやばいです。そんなかな。本当に
旦那さんには普通だよって言われて、顔は別に普通だよねみたいな、顔のサイズ普通だよねみたいな。 YouTube とか見てる人とかは生であったらちっちゃいって思うかもね。 YouTube って基本膨張するじゃん。あとインスタライブとかも膨張するじゃん。とあるファッションブランドやってる方がいて、その人が可愛いと思って私が YouTube を見てたわけよ。可愛い服があったから服を見にインスタライブを見に行ったら、 YouTube だと細いし、てか私生を知ってるから細いの知ってる、ガリガリなの知ってるんだけど、インスタライブだと超膨張してて、なんかやっぱ動画によって全然違うんだなと思って、だからなんかよく YouTube とかあとリールとか見て、実際に内定イベントとかで会うと華奢ですねすごいみたいな、細みたいな言われることがすごい多い。で次にまつげ燃やします。ゆねちゃんは誰だったら行きたい？会いたい芸能人。このテーマと一番会いたい。一番会いたい。こちらひろゆきさんなの。あの時の積載一生忘れられません。いや、ひろゆきさんは本当に唯一今まで会った芸能人で、まあいろんなさ方とさ仕事で会ったりとかさ、なんかあるけどさ、まあひろゆきさんがナンバーワンだよね。本当に初めて自分から声かけた。写真撮ってもらってもいいですかって。なんかあんまり言わないのよ。なんか別にさっきも写真撮られても全然いいんだけど、ファンの人だからこそ丁寧に対応してあげたいって思うから嫌じゃないんだけど、やっぱり気は使うじゃん、私にとってはマイナスなことではないんだけど、やっぱりそれって体力が結構 いるし、だからなんか喋りかけない方がいいかなと思ったんだけど、そんなことも忘れて配慮もできず喋りかけてしまった。すっごくいい方だった。大好き、ああいう人。カレンさんみたいな人好き。なんか私はっきりしてる人が好きなの。心まで使います。じゃあ唇のシェーディングしてまいります。コンシーラー消す系ですもんね。一旦色なくします。色なくしたので、これのブラシかな、使います。コーラル系って聞いたんでお聞きしたんで、ロム&の12番持ってきました。こちらを。こういう系、これ可愛いよね、この色超好き。結構オーバーに、オーバーなんだけど全体じゃなくて唇の下を一番オーバーにすると欧米女子感が出る気がする。はーいって感じ。完成いたしました。いかがでしょうか。ちょっと髪の毛を今やってきてメイクの解説をしていきたいと思います。ということでヘアメイクが完成したので、ちょっと最後にほくろをつけていきたいと思います。まず1つ目、エントリーナンバー1、こちらは元々のほくろです。最近浮き上がってきたほくろに足します。非常に下描きがあるので描きやすい。はい、完成です。髪の毛は別におしゃれにこうやったっていうか、適当にやってたらこうなっていい感じになったんで、このままやってます。じゃあ適当にお団子してるっていう感じですかね。今日のメイクのポイントは、まずベースはマット肌。全部マットにしちゃうと肌がインナードライで乾燥してしまうので、日焼け止めとか下地は割と保湿成分が高めのものを使って、内側はツヤっぽさがあるような感じにしつつ、全体にパウダーを振ってあげてスランとした感じのマシュマロ肌に仕上げてみました。あとはまあ白目って書いてあったんだけど、ヌーディーメイクなんで白すぎると青み系のピンクとか使うメイクにはいいと思うんだけど、白すぎるとあれなので程よくポイントで白くしたっていう感じにしてます。あとはこのグレーカラコンですかね。こういう系のスモーキーメイクとかテイサイド系のメイクとかちょっとクール系のメイクにはやっぱりグレーが一番いいのと、あと多分やっぱ大きくなくていいよね。これ着色直径どんなもんなんだろう。多分5以下だと思うんだけど、多分ちっちゃい方が目のこのシャドウの陰影とかが映える気がします。これでちょっと可愛らしいのつけちゃうとキュルッとしたお目目になっちゃうので、多分こういう感じの縁なしでさーっとしたグレーカラコンがおすすめかなと思います。あとはそうですね、いつも使わないアイラインをブラックにしてるっていうのがポイント。結構目ががっつりはっきりする、このブラックにするだけで。普段私ブラウン使ってるんだけど、ブラウンでも全然十分目ははっきりするんだけど、黒と全然雰囲気変わるので、まあ、黒を使うのをおすすめします。アイシャドウは全体的にグレー系とかブラック系のイメージなんだけど、本当にそのままのグレーとかを使っちゃうとかなり強めな、調節も大変だしかなり難しいので、これはもうポイントでこういうカラーをアイラインとかで引いた後にぼかすぐらいで、ベースはグレージュ系のカラーで全然いいと思います。スモーキーメイクとかさ、ちょっとこういうクール系のメイクだとグレーとか使わなきゃいけないのかなっていう印象だと思うんだけど、意外とこういうブラウンとかのここら辺のベースとかを濃く塗るだけで全然強く見えるので、あとはクリオとかのこれは03番なんだけど、これの下じゃなくて上のカラーとかを使ってあげると結構こういうスモーキーメイクに仕上がるんじゃないかなと思います。チークとリップは、こういう感じの
ちょっとベージュに寄ったような色とかベージュ系のカラーを使ってます。実際塗るとこういうカラーって見た目でベージュに見えても意外と塗るとオレンジっぽく仕上がるので、ちょっとテラコッタっぽい感じか、テラコッタのオレンジがちょっと弱いめの色のカラーをおすすめします。でチークも頬骨からちょっとつり上げ目に引く。今までは多分いつもこういう感じだと思うんだけど、これだと甘くなっちゃうんでこういう感じで引いて、ただここだけにやっちゃうと、本物の欧米女子は多分ここがちょっとこけてる感じのメイクがすごい多分王道だと思うんですけど、日本人で私アジア人なのでここだけにしちゃうとかなりこうっていうムンクの叫びみたいな顔になっちゃうんで、広めにやってあげることで、今季多分トレンド的に全体的に広め、幅広めのチークすごく流行っているので、それと組み合わせた感じでやるともうちょっと馴染むかなと思います。で眉毛はアーチ系ですね。で私はちょっともともと眉毛が平行気味というか、もともとしっかりと眉毛が生えてるタイプなので形を変えることはできなかったんだけど、眉山を上げることができたので眉山で調節しました。ここを上げてあげることによって若干角度がつく感じかな。で眉先はちょっと長めにしました。だいたいいつも短めにしてバブみ系のメイクするときは短めにするんだけど、アイラインからちょっと引き出すぐらい長めの感じにしました。そうすると目尻とかギュッと上げてたりとかしても長いとすごく映えるというか、ここからここのラインがすごく綺麗でエレガントなつり目に合うメイクに仕上がるかなと思います。ここは立てましたね。これマジで便利。これでここにシュッ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 とって眉毛を立てたっていう感じですかね。あとなんだろうか、まつげはボリューム出すって書いてあったんですけど、いつもより結構しっかりめにまつげは上げました。つけまつげでもいいと思いますっていう感じですかね。全体的にヌーディーなんだけどしっかりと色出すところは色出すっていうメイクに仕上がっております。ちょっと今日は濃いめの顔になってるんだけど、これをもうちょっと柔らかく全体的に薄くしてデイリーメイクにも落とし込めるかなと思うので、ブラック系だったりとかこういうアップヘアとかにする時とかにすごく映えると思います。こういうなんかさニュアンス系のトップスとかあるじゃんとかの時とかすごくいいと思うし、海外に旅行に行く時とか多分あると思うんですけど、そういう時のディナーとかにオレンジ系とかのダウンライトとかにもすごく映えるようなメイクになってるかなと思うので、そういう気分転換とかのメイクになればいいかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。See you!